こんにちは、ゲームギークです。FPS でゲームをするのに必要なスペックをすべて最高レベルで満たすゲーミングモニター、BenQ Zowie XL2546K をレビューしていきます。画面サイズ 24.5 インチ、リフレッシュレート 240Hz、応答速度 0.5 ミリ秒、残像低減技術、DIAC プラスで FPS で勝ちたいならこれを買うべきと言えるほど残像の少ない滑らかな動きをしてくれます。早速この外観や性能について見ていきましょう。黒に赤文字のゾーイーらしい外箱、 24.5 インチなのでそこまでやたら大きいとか重いことはありません。アクセサリー類は結構多くて、まずモニタースタンドの柱部分で、こっちはスタンドの土台部分。めちゃくちゃ便利な S スイッチ、モニターに直接ケーブルを接続して使うコントローラーでディスプレイのメニュー操作がとても簡単になります。ケーブルは2本、電源ケーブルとディスプレイポートケーブル。こちらは約 1.8 メートルくらいと、まあ程よい長さですけど、もっと長いのが必要だとか HDMI 接続を考えているなら別途買い足しましょう。専用カバー、黒くて遮光性のある厚めなカバーで長期間使わない時などに被せておけます。アイシールドが2枚、モニターの両サイドに取り付けることで画面への集中力を高める効果が期待できる羽みたいなアクセサリー。あとは説明書や保証書など。ディスクはなくなりました。スタンドのパーツは2つなんですけど、ドライバーなどの工具がいらないツールレスタイプで簡単に組み上げられます。底の金具を合わせて回転させて手で締められるネジを2箇所締めるだけ。完成形がこちらです。すぐに出来上がりました。土台部分はスリムで丸みを帯びたシェイプになっていて、スペースを確保しやすくなっています。右は XL2746S のものですが、全然デザインが違いますね。柱の連結部分が少し前に来ているので、その分モニターが前に出るようになりました。モニター本体の背面にスタンドをはめるくぼみがあります。上の爪を最初に通してから下側をはめ込みます。カチッと音が鳴ったらモニタースタンドを起こして完成です。ちなみにモニターアームを利用する場合、四隅のネジを使って取り付けます。ベサ 100×100mm、エルゴトロン LX をつけてみました。モニター本体は約 6.2kg なので、そこまで耐荷重のない安めのモニターアームでも大丈夫でしょう。XL2546K はモニターとしては最も主流なサイズの 24.5 インチ 1920×1080 のフル HD です。これは最も一般的な解像度で、グラフィックボードの性能がそこまで良くなくてもフレームレートが稼ぎやすいです。24.5 インチが最適かどうかは自分とモニターの距離にもよります。私はだいたい60センチ程度の距離でプレイしているんですけど、頭を振らずに目線の移動だけで無理なく画面の端から端まで確認できるのでちょうど良いと思ってます。昨今のベゼルレスブームには乗らない太めなベゼルレスの方がスタイリッシュなのは間違いないんですけど、耐久性という意味じゃこっちの方が頑丈ですね。新しいモニタースタンドには関節部分それぞれにメモリがあって角度が分かりやすくなっています。横は左右に首振りできるんですけど、左から右までこれくらい稼働します。高さも下から上までの調整の幅は広め。縦の首振りもできて、上向きと下向きの角度調整はこれくらい。90度回転させるピボットまで可能で機能性の高いスタンドです。前シリーズまでの台座は S スイッチを置くくぼみがあったんですけど、新デザインになってからはなくなっちゃいました。そこだけほんのちょっと残念。スリムになって場所を取らないようになったので、そっちの方が重要ですね。背面の左下には OSD ボタンがあります。OSD っていうのはオンスクリーンディスプレイの略で、要するにモニターの設定メニューのこと。一番左は電源ボタン。メニュー操作はスティックタイプになって、スティックで移動、押し込みで決定。この2つはローテーションキーといって、いわゆるカスタムボタンのことです。モード、DIAC プラス、AMA、入力の4つのうち好きなものを割り当てることができます。スティックになって操作性は向上しましたが、やっぱりモニターの裏に手を伸ばすのは少し大変ですよね。そんな操作をさらに楽にするのが S スイッチ。ミニ USB ケーブルでモニターに直接接続するんですけど、入力をワンタッチで切り替えたり、3つのカスタムプロファイルにアクセスできたりします。もちろん操作メニューは全部ここからアクセス可能で、スクロールホイールの回転と押し込みで OSD メニューの操作が超簡単になります。体勢を変えずに操作が全部できるのは最高です。旧 XL シリーズからデザインが変更されて、上下だけでなく左右も移動できるチルトホイールになりました。これによってメニュー移動がさらに直感的にできるようになりました。背面の真ん中下にあるインターフェース、左から電源、ヘッドホンジャック、S スイッチ端子、240Hz 対応の HDMI2.0 が3ポート、240Hz 対応のディスプレイポートが1ポートあります。モニターの両サイドには取り外し可能なゴムがはめられているんですけど、これ色がちょっと違うの分かりますかね。指でも外せないことはないですが難しいので、素直にピンセットを使った方が楽です。このゴム小さくてなくしやすいので注意しましょう。
ここにはですね、左右の視界を遮るアイシールドをはめるんですけど、前シリーズまではドライバーを使ってネジ止めするタイプでした。本作 K シリーズでは作りがアップデートされて、爪ではめるツールレスタイプになりました。こんな感じで爪を合わせて押し込んで下にスライドさせるとカチッとはまります。これ断然早いしお手軽です。両側にアイシールドをつけた状態、横の視界が遮られて画面への集中力がアップします。アイシールドは180度回転するので、必要がない時は後ろに倒しておくことができます。旧 XL シリーズには左側に USB とかヘッドホンジャックといった端子があったんですけど、 K シリーズではなくなりました。ヘッドホンハンガーはディスプレイ背面に移動。このようにヘッドホンをかけておくことができます。大会とかだと便利かもしれませんが、家では特に使わないかなという機能ですね。家での普段使いとしては、背面なので手を伸ばすのがちょっと面倒。モニター背面右下には鍵用の穴があります。これも家で使う場合には特に必要ありませんが、大きな会場やネットカフェなどで使用する場合はないと困りますね。持ち運びしやすいようにとっても備わっています。モニタースタンドに開いている穴はケーブルを通すためのもの。ケーブルをそのまま垂らすとごちゃごちゃしてしまうので、中央に集めて整理します。付属のカバーをかけてみました。結構しっかりしたカバーなので、ちょっとした水滴なら弾いてくれそうです。取っ手の部分は飛び出すようになっているので、カバーをつけたまま持ち運びできます。さて、ここからは XL2546K の機能と性能についてチェックしていきます。本モニターの強みは、応答速度わずか 0.5 ミリ秒という高速ぶりで、数ある勉強モニターの中でも最速です。応答速度が速いと残像が減るため、FPS のような画面の動きが速いゲームでは有利になります。現在ゲーミングモニターの主流なパネルには TN と IPS が目立ちます。TN パネルは高速な応答速度と安さが特徴ですけど、視野角と発色があまり良くありません。近年の IPS パネルは応答速度の遅さを克服してきてるんですけれども、実際応答速度って交渉値ほど出てないことが多いらしくて、そう考えると IPS よりも TN の方が速さでは信頼性がありますね。角度がつくと TN パネルは見えにくくなります。画面をまっすぐ見る分には全く問題ありませんし、基本ゲームするときはモニターに静滞するため大きな問題にはならないと思います。ただしサブモニターはちょっと角度がついちゃうことが多いので不向きだと思います。X-Lite i1 ディスプレイスタジオでカラーキャリブレーションを行いました。ブラックイコライザーがオンになっているとコントラストに影響を及ぼすのでオフにしてから計測します。これが結果のガンマカーブ、すべての色がおおむね直線になっています。カラープロファイル適用前と適用後の変化はこの通り。ブラックイコライザーをオンにするとコントラストが変動しますので、色の再現性ではかなり微妙になります。ゲーム時はブラックイコライザーをオンにして、ゲームをしないときはオフとカスタムプロファイルで切り分けると良さそうです。色域を調べた結果、sRGB カバー率は 98.3%、Adobe RGB カバー率は 76.4% で、色域はそれなりに広めです。XL2546K は 240Hz モニターなので1秒間に240回映像を更新します。144Hz モニターと比べてもその差はちゃんとわかりますし、当然 60Hz から比較したら驚くほど違います。リフレッシュレートごとの見え方をチェックしていきます。これは 120fps のハイスピードで撮ったものです。実際肉眼で見ると 240fps はスクリーンショットのようにはっきり見えていて、120fps だとちょっとややカクカクしていますね。シャッタースピードを500分の1と少し早めにして写真撮影したものがこちら。宇宙人に残像が重なっているのですが、実像と残像の距離はリフレッシュレートが高くなるごとに短くなっています。ゲーム中の激しいモーションブラーを軽減するために開発されたBenQ Zowie独自技術のダイヤックプラス、残像感の低減に絶大な効果を発揮します。ストロボバックライトで高速ショートを点灯していて、ピクセルとピクセルが移り変わる間を黒にしているようです。ダイヤックプラスをオンにした状態でシャッタースピードを変えると、このように一部が黒く潰れることがわかります。残像感の減り具合はゴースティングを使ってスライダーショットで確認します。ダイヤックオフの時、かなりボケボケですね。ダイヤック高では結構残像が減りました。ダイヤックプレミアム高よりもややはっきり見えるようになります。ダイヤックプラスがオンの時とオフの時、その差は歴然です。残像が減り非常に滑らかに見えます。しかしこれには目が疲れてしょぼしょぼするというデメリットも。単純な対策方法としてゲームをしていないときはダイヤックプラスをオフにすること。実は旧 XL シリーズではオフとオンの切り替え時に5秒間ほどブラックアウトしていました。結構長いんですよねこれ。ですが K シリーズからはなんと1秒もかからないほどに高速化されていて、かなりストレスフリーになりました。また S スイッチのプロファイル上にダイヤックプラスのオンとオフをそれぞれ設定保存しておくと、ブラックアウトせずにシームレスに切り替わってくれます。そんなこと本当にあると疑問に思ったので、シャッタースピード500分の1の状態のカメラのスクリーンを通して見てみます。
まずこれはダイヤックプラスプレミアムの状態、ゲーマー1に設定保存してあります。次にオフ設定を保存してあるゲーマー2に切り替えてみます。黒つぶれが消えましたね。ゲーマー1に戻してダイヤックプラスをオンにしてみます。黒つぶれがまた出てきました。これを見た限りではちゃんと反映されていそうです。個人的には数ある改善点の中でも一番嬉しい部分ですね。シャドウとハイライトを調整して暗部を見やすくする技術、ブラックイコライザー。明るい部分を飛ばしすぎず、色をねじ曲げすぎずに暗部の視認性を向上してくれます。0から20まで1単位で設定可能。20まで上げると明るい部分が白っぽく浮いてきてしまうので、10あたりから微調整していくのがおすすめです。FPS などでは暗部にいる敵の姿に一瞬早く気づけるかどうかが重要になりますので、自分にとって最も索敵しやすい数値を探し出しましょう。色がどれだけ鮮明かをディスプレイ側で調整できるカラーバイブランス。これはモニター上だと色の鮮明さと表示されていますが、索敵しやすくすることを目的として開発されたモニターカラーグレーディングです。デフォルトでは10が基準値になっており、0から20まで1単位で調整します。0のモノクロにしてもいいし、色鮮やかな20でくっきり見えるようにしてもいいです。液晶から発光されるブルーライトを軽減する機能、デフォルトではオフになっています。ブルーライトが気になる方には嬉しい機能、0から10で1単位で設定します。本機能を使用すると色味にちょっと影響を与えるので、個人的には使ってません。XL2546K のモニター本体ではカスタムプロファイルをゲーマー1、ゲーマー2、ゲーマー3の3つに保存することができます。輝度、ダイヤックプラス、ブラックイコライザーやカラーバイブランスなどの設定を保存できて、ワンボタンで切り替えられます。本体のメモリとは別に S スイッチにもカスタムプロファイルを3つ保存できます。これ、モニター本体のものとは切り離されているので、実際最大で6つのプロファイルを保存できます。S スイッチにプロファイルを保存するためには5秒ほどボタンを押し続けます。するとモニターの右下にゲーマー設定保存完了と表示されて保存できます。OSD メニューは旧 XL シリーズから再デザインされています。大きくて見やすいクイックメニュー、ここから右にカーソルを動かせばそれぞれの数値を変更可能です。これの素晴らしいところはカスタム、そしてクイックメニューの欄でどれを表示するかカスタマイズできるところ、いろいろと入れ替えてみました。皆さんも好きにカスタマイズしましょう。これはプロファイルごとじゃなくて全部に反映される設定です。最後に紹介するのはこの K シリーズから追加された新機能 XL セッティングトゥシェア。ソフトをダウンロードして使うことでカスタムプロファイルを共有することができます。これは現在 K シリーズしか対応していないため、非対応のモニターでは書き出し、読み出しができません。3つあるゲーマープロファイルのどれかで設定を行い、任意の名前を付けて書き出しを行います。.mccs という拡張子のファイルとして保存されます。.mccs ファイルをインポートするには、ゲーマープロファイルのいずれかを選択し、ファイル選択から任意のプロファイルを選んで、目玉マークをクリックします。上書きしますかと聞かれるので保存をクリック。これでゲーマー1にプロファイルが読み込まれました。これでプロファイルの作成上限は実質無制限となるので、ゲームごとに細かく微調整したい方にとっては嬉しい機能。e スポーツ仕様にチューニングされたゲーミングモニター XL2546K。その機能の豊富さと性能は FPS などの競技ゲームにおいて現状最強最高です。以前から発売されている XL2546 ですらもはや最強とも思えていましたが、K シリーズになってさらにユーザビリティが向上し、隙がなくなりました。自分のポテンシャルを存分に発揮したいなら本モニターの購入検討をお勧めします。ここまでご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録していってください。ではまた次の動画で会いましょう。